にちは、あやこんです。オニュザライブパーセント in 武道館行ってきました。もうね、まだ興奮が全然冷めません。本当にめちゃくちゃ楽しくて幸せでした。とにかくこの感動を取り急ぎ皆さんと共有したくって動画を撮っています。まだ頭も整理できていないんですけれども、それくらい心が揺さぶられた3日間でした。今回は心に残ったことを箇条書きでまとめながらお話ししていきたいと思います。手取りとともに一曲一曲振り返る動画もまた後日作りますので、そちらも楽しみにしていただけたら嬉しいです。3日間全力で掛け声をしたので声が枯れてしまって聞きづらいかもしれませんが、よかったら最後までお付き合いください。では行ってみましょう。今回まずびっくりしたのがジングの声の大きさ。武道館って音響がすごく響くからっていうのもあると思うんですけど、初日からめちゃくちゃ飛ばしてて、私も思わず力が入っちゃいましたね。いつも日本のライブって初日はちょっと恥ずかしがって声が小さめだったりするじゃないですか。でも今回は最初から全開。掛け声の大きさは日を追うごとに盛り上がりが増していって、最終日はピークに達したと思います。もう伝説級の盛り上がりでした。会場の一体感も半端なくて、オニュもすごく盛り上がってますねって嬉しそうにキラッキラの笑顔を見せてくれていました。今までいろんなライブに参戦してきたけど、こんなに盛り上がったライブはないですね。私の中で間違いなく深く心に残る特別なライブでした。ここからさらにテンションが上がったのがオニュのビジュアル。登場からオニュの美術最高でしたよね。少し痩せてシュッとしたお顔と明るい髪色、髪型もちょっとふわふわしてて、髪の遊ばせ方もう絶妙。ヘアメイクさん神ですね。衣装は後半の白ジャケットと黒パンツはずっと変わらずだったけど、前半部分の衣装が3日間とも違ってて、今日はどんな衣装かなって毎回楽しみでした。皆さんはどの衣装が気に入りましたか？私はどの日も素敵だったけど、やっぱり初日のビジュアルがもう本当度肝を見抜かれるほどの衝撃で、デニムの上下にボトムスはブーツインしてる、ちょっとパイレーツを思わせるような衣装に、こんな雰囲気も似合うのと新たな発見もありました。初日のオープニングの瞬間は今でも鮮明に焼き付いています。本当に神がかってた。そして何よりオニュがすごく心を開いてくれている感じがしました。メントの言葉も自然で、パフォーマンスも自由な感じがして、見ているこっちまで心がほどけるような感じがしました。オニュとジングの関係が近くなったなと感じたし、心を開いてくれるオニュに対して私たちの気持ちも伝われってジングたちも必死になりましたよね。まさに心を分かち合いながら過ごした時間だったと思います。ここでちょっと演出の話もしたいんですけど、ステージの構成を見て最初は花道短いな、ちょっと遠いかもなって思ってたんです。でも開演してみたら思ったよりすごく近く感じたし、とても見やすかったです。アンゴールのマンセイではなんとオニュの方からステージを降りてきてくれるサプライズ、これには狂喜乱舞しましたね。いろんな危険や制約がある中で近くまで来てくれるのが嬉しかったし、スタンド席にも1階2階の皆さん、今回は行けなくてごめんなさい、でも今後は行けるように契約とか調整しますって言ってくれて、優しいなって心がじんわりしました。細かいですが3日目のメントでは皆さんの隣にって言ってたんですよ。気づきましたか？近くにじゃなくて隣に、隣の方が寄り添う感じがしてずっと心が近い気がしますよね。この言葉がオニュの口から自然に出たことに驚きましたが、オニュの素直な優しい気持ちが現れていて胸がジーンとしました。で、泣かされたのが入場の時にもらえるポストカード。もう気づいた方も多いと思うんですが、裏のメッセージの最初の文字、前回のコネクションからつなげると愛してるになるんです。もう小粋すぎるでしょうには。一
一文字目だけペンが太くなってるのをよく見るとわかるんですよね。これコネクションの時に気づいた人ほんとすごいです。それに添えられていたかすみ草の花言葉が幸福感謝なんですよ。もう泣かせに来てるじゃんって思いました。おに憎い演出してくるな。こうやって連月する続くコンセプトのイベントがあると私の中のコンプリート魂に火がついちゃいますね。今後もライブ解禁賞を狙いたいと思います。今回私はグッズを購入しませんでした。というのもタイミングが悪くて欲しかったジンモギちゃんが売り切れてたんですよ。でもオニョのライブって過去のグッズも在庫があれば一緒に買えるんですよね。このシステムとってもありがたくって予算の関係で諦めたものや後から欲しくなったものも購入できるチャンスがあるの本当に助かります。なので次回は必ずリベンジしたいと思います。でも私が気になっていたウィンドブレーカーをお友達が買っていて見せてもらいました。作りがすごくしっかりしててくすみグレーの色味もすごく優しくて可愛かったです。袖の刺繍とかチャックの頭の部分までもう細かいところまで可愛かったですね。さらに撥水機能もついててくれたら言うことなしなんだけどなーなんて思っちゃいました。今回のセトリも最高だったけどリリーとかビューティフルスノードロップもいつか生で聞きたいしコンフィデンスやマットも絶対ライブで聞きたいって思ってます。特にリリーはもうオニョがめちゃくちゃかっこよく見せてくれそうで期待しかないです。そういえばライブでも歌った君花ですがメントでオニョがワールドツアーで歌ってもいいんじゃないかなって思ってるって言ってましたね。ジングたちが大賛成ってリアクションだったのが驚いたみたいで日本の曲だから他の国で歌わないでって言うと思ったんですかね。全然ですよね。むしろ他の国でもたくさん歌って聴いてほしいし日本でのオニョのライブにも来てほしいって思います。オニョが歌う韓国語の曲も日本語も英語もそれぞれ違った魅力がありますから全部堪能していただきたいと思います。オニョと私たち今回のパーセントライブで何か一つの壁を越えたそんな感じがしています。今までで一番最高のライブだったって声も本当に多いし私も全く同じ気持ちです。3年前の初ソロライブはコロナ禍で声を出せなくっておかえりって叫びたかったけど唇を噛んで我慢したあの日その無念を今回のライブでやっと晴らせた気がします。もうね胸がいっぱいでうまく言葉にならないんですがこの気持ちをどうしても共有したくって取り急ぎ動画を撮りました。後日セトリを1曲ずつ振り返る動画も改めて出す予定です。そちらもぜひ見ていただけたら嬉しいです。あっという間の3日間だったけどこんなに幸せな時間をくれたオニョに心からありがとうって言いたいです。これからもまた会える日を楽しみに毎日頑張れそうです。ジングの皆さんこれからも一緒に応援していきましょう。ということで今回の動画は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。